はるばる、はい、はるばる今日高知のここなんていうとこですか？上野会上野中土佐町の上中土野会佐町にお邪魔してます。これね、はい、せっかくだからちょっとスタジオの、周りの風景も今日はいつもはスタジオじゃないアトリエの中で撮ってんだけど、大木さんはちょっと特別バージョンで外歩いてます。はい、高知ね、遠かった。今日飛行機で朝羽田から出て来たんですよ。はい。でこんなところに住んでると思ってませんでした。本当？うん、本当に？そう。すごいいいところでね。あ、そう。うん。あ、そう。もう長いんでございますけどね。ね、高知ね。そうなのよ。大体年の1年間のどれぐらい高知なんですか？でもね、実際は今だって5軒あるからね。だって家が。そうよ。岡山もあるからね。あ、そう。ウェーブで違うんだよ。だからその年によってとかいろいろね。なるほどなるほど。だからでも半分はいないからね。でもやっぱ高知は思い入れあるんですよね、当然ね。何年、いつからあれですか？だから1991年からだから、すごい。32年目今。それもでも一番初めに来たっていうのも特になんかこうご親戚がとかそういうことじゃないですよね。そう本当そう。なんかそれはこう流れで。そう話すと長い流れがあるから、まあご縁だね。ご縁で。ご縁っていうか。でもやっぱ気に入ってんですよね。そう。お、川が見えてきましたね。じゃあここはでも土佐にはもう1991年でここの中土佐はここ最近引っ越して。中土佐はだから20年も住所はもう2001年にこうその呉ってその中土佐のさっき来た中心部があって、でそこに20年いたんだけど、まあちょっとそこを壊すことを思って、でまあここに来たのはだからまあね車で15分ぐらいだったでしょ。はい。だからまあ去年の春からだから、まあここはまだまあもちろん撮影とかもしてるんだけど、あ、撮影ももちろんやっぱしてんですね。その前にね。あ、そうかそうか。だからここはちょっと作品でね、僕からするとその中土佐の中でもちょっとね。また独特なのよ。呉ともまた違うって細かいことになるけど、呉ってその中土佐とはね、その20年いたとこともだからそういう微妙なとこもあって、ああじゃあでまあ縁もあったからさっきのとこに上野会ならちょっといいかもっていう。でもそれもやっぱりインスピレーションと縁でしかないから、それをだからどういうことなんだろうなっていうのを考えたり、まあ信じつつここの、今僕はここに借りるっていうことのこう運命は、運命っていうの定め因果でもいいけど、は常にやっぱ考えてるとこで僕からすると去年と今年ものすごい大水害があったのすぐそこで、だからですけど1週間前だからね一つは、だから何なんだろうなっていう今の時代と含めて、まあそれをほら自分にね、下手するとほらそれで自分に結びつけすぎるとか言われる場合もあるんだけど、まあ僕はそうじゃないところが、やっぱりアーティストとしてのずっとやってきてるやっぱり基本ですね。何かがじゃあでもあるってことですよね。そうだし自分がやれること一般論もそうだし、だから自分がなんかその世の中とかに対してやる何かを感じるっていうことで感じ続けるっていうか、だからこうやって僕がしたら今回このシチュエーション全く分かんないんだけどなんかやっぱ必然性も感じるわけよ。届くね。だから届くと一見つながんないよ。でもちゃんとほら届くで送ったもんね。あの映像分かったでしょ。分かりました。だからさっきね。分かるんだなと思ってさ、あんなちょっと映像なのに。だからそういうとこがどれだけね目先のとこで評価されたり認識されたりするかは分かんないけど、なんかはやっぱり今必要なレアっていうとさ別にレアを真っ先に目指したわけじゃないけど、やっぱりやれることってそういうことあるじゃない。自分とかじゃなかったらできなくて、でもなんか必要、些細でもなんか世の中にとって何らかのこう価値があるんじゃないかなって思う
っていうところらへんのことは思ってんですね。思ってますし、今のシチュエーションもだから僕も常に悩んでるし、なんだかだってどうしてさこことこにいるこんなとこっちゃいけない。すごいでもこんなさ自然なとこから渋谷の今回はさいきなりピアサポート渋谷さんの渋谷っていうかあそこ恵比寿か恵比寿のど真ん中のところにビデオレターを送ってるんですもんね。そうなのよ。だからその意味みたいなのをで僕はやっぱりただ分かりやすければいいっていうよりやっぱ自分にとってやっぱなんかそれはやっぱあるんじゃないかなっていうのを探してはいるんですよ。今回はその相手がいるじゃないですか。大木さんのこう一緒にこうやり取りしている相手がいてそういう人たちからここに映像が届くっていうのはまあそれはまた面白いですよね。そうで一方でわけわかんなくなるけど、そろそろ気が熟してきてるかなっていうアクションが来てるんですね。そうだと思いますよ。そうだからそのためのなんかでもやっぱりほらここを共有してくれると、例えばじゃあ彼らにあの映像がどう届くかのこう意味っていうの、僕の自分だけじゃなくて、なんかほらそういうまあ逆に僕がね小川君がキュレーションしてくれてこういう縁ができた時に、やっぱり僕の持ち味っていうのはやっぱ逆に言うとそれこそねカッコアートだったらまあまたあるんだけど、本当にそういうのと関係ない人じゃない。そうですね。今回のやり取りしてる方だから逆にもっとある意味もっと本質的になんか今の日本で例えば生きていくまあ世界でもいいけど、時になんかやっぱりなんか必要な何かがある気がするんですよね。そうか。今回の大木さんのやって一緒に共同でやってる方々はまあ俗に言うというか引きこもり支援の団体の方を通して出会ってないんですけど川はねビデオレターのやり取りしてるわけですけどそれはなんか大木さん的にはそういった方々とそのプロジェクトやるっていうのはなんか意味というかあったんですよね。だし例えば僕はここに上の会にだっているわけですよ。そうか。それはそうよ。だけどで今のこのメディア社会とかね今のこうあとよく言われる昨日は選挙でしたけど、そのいわゆるグローバルとか資本主義とかそういうのの別のようでてものすごい支配もされてるわけですよ。そうね。自然は違うけどだってみんなニュース見てここそれからあそこな中で何やってんだろうなあれ何やってんだろう。どうですか。いや船いるでしょ。船なんか漁じゃないですか。漁じゃないですか。観光漁かな。ここがだから上の会の港でございますよ。太平洋太平洋あれはだから東の方が見えてるからあっちはそう高知の室戸岬の方あっちが。でもだからまあ僕が言いたいのはだから、変な言い方だけど、いや今ほら僕も東京生まれですから育ちだし、こことかもこんな過疎になっちゃってなったりしてるのはやっぱり都会中心の、がもうずっとまあもう長いよ戦後、戦後だけじゃないけど、特に戦後はそうだよね。高度成長でどんどんすごく生きづらくなってるし若者が居づらいような、やっぱりこう東京中心っていうかほら、その産業とかさ、金だよねあれ、で、金はここだって重要なんだけど、そういうコミュニティを壊していくような、だからそれはやっぱり21世紀僕20世紀のなんていうの流れを今やっぱ戻れとかじゃないんだよ。1000円持ってんだ。だからそういうのお金も大事なのよ。僕そこのあそこの唯一のスーパーでなんかを買おうとしてる。降りてみていいよ別に。いいね。ここまあいいよ。降りれる？降りれる。すごいね。おじさん。すごい。ここは市場かな？でもねそう。水揚げの。だからねやっぱり僕はねそのクレは長かったの。上の会はまたちょっと違うんだよね。そこまでねクレと上の会の人々っていうのもいろいろ難しいよ地方は。ある意味昔のあれは残ってるじゃない。そうするとねこの現代との中で結構そのクレの人が上の会のことを言ったりとか、そういうの意外とあったりとか。複雑なんだね人が生きていくというのは。大木さんはでももともと東京の人じゃないですか。完全の玉っ子だもん。ですよね。そういうこういういわゆるこう地方のこういう本当に自然の豊かなとこにいるっていうことと、その東京でもちろん制作もされてて、それ行き来することってやっぱ自分にとって重要なんですか。それが逆に僕にとってのあれじゃない実は。
重要なところ。そう、だからその逆にこっちがいいってただ言いたいわけじゃないんだよ全然。だからそういう意味じゃなんか最近のその、ネイチャーみたいなのも僕は結構微妙に思ってんだよ。なんていうのそのうまく言えないんだけど、自然がいいみたいなのだけでないとか、なんて言うんだろう、そう簡単じゃない。いや自然はいいんだよ、でも実際今じゃあ現代で何をするって時にこう変なユートピアじゃないけどさ、なんかこう、まあ、今の人はこの辺のこの人は一番若いんでね、いやだからすごいね。でもギャップがそうなんだよ。だからここだって、もうやってないんだから本当にあれだから、もう過疎が本当にひどいのよ。そっかそっか。だからもうほらその限界、ここまあ限界とはまだ言われないと思うけど、それなりにあったわけよ。で今もしかしたら今行くけど中学校もこの去年の春に廃校になっちゃって、そうですか。でね、その美術館のそのワークショップ MI ってそのよさこいのチームをコーチでやってるんだけど、ね、その時にこうワークショップとかでこの時も中学生とかにも来てもらってて、もう今もう成人してるけど、そういう地元の絡みとかもあるんですね。地元っていうかこことのね、だからあったわけよ当時。やっぱり僕この辺は中戸さん面白いところだと思ってるから、まだ引っ越す前よ。でも引っ越した頃か。そういうのも含めて、まあいや別に今話としてどこまでどうかわかんないけど、まあその問題も僕はだからもうずっとやっぱり30年続いてんですね。そうで思ってるけど、大木さんの作品ってそういうこうなんか直接的にそういう政治とか社会状況とかに言及はしないじゃないですか。だけどまあもちろんそういう背景にはそういうことも含めて、作品の構想を立てるとかあるんですか？もちろんていうかまあ基本だよねそれが。でも説明してもね結局、それよりは、だからこうやってねまず来てくれるのが一番早いんだよね。だから私がほら人枠でね撮ったりしたのも含めて、その縁もなんか面白いなって思うので、なんかよくわかんないけど。だから東京はそこまで、やばいと思っちゃった。そのシステムとか、マニュアルにもう合わないともう対応できないんだよ。だからここの人たちはやっぱりもっとね対応で、だけどそこが問題なのは、その生活は大丈夫なのにメディア社会なのよ。彼らもテレビをずっと見てるわけで、だからそのはっきり言えば東京の悪っていうかがもう汚染、完全にパンデミックなの。だからもう特にこのコロナになり、それからまあウクライナとかは別だけど、でもそういうあらゆる角度からもう今最終的な僕は段階に来てると思ってます。それは精神的なと行動のことなんだけどね。それはだからもう全然引きこもりがどうとかはもう関係ないの、僕には。もう全員がこの人たちもそう。でこのね今ほらこの顔見て。映像っていうのはどうなんですか？いやだからその映像がものすごく現実的には映像って例えばスマホでなんか見るんだってある種の映像なわけよ。もはや動画とかでもあるし、まあそこに音声がついた言葉の問題もすごいある。結局メディアっていうのはそういうもんじゃない。でまあ映像っていうのはある意味僕はしかも映画っていうものが20世紀の言語を結構作ったと思ってるのね。戦前とかによ。だそれがいろんな形で変わってってるけど、要するになかったわけだからこういうものっていうのはさ、まあその言葉っていうのが印刷ができてある程度でも映像って言葉ともこうやってすごい絡んでくるわけじゃない。だからまあやっぱりメディアとしては僕はやっぱり今その映像がどういう形で有効になるかっていうか何ができるかっていうのはすごい大事なことだと僕は思ってます。そうそうそう。でもだからそうするとあまりにもそのね今回の届くがやっぱりすごい本質的すぎて、あまりにも僕がどう映像で具体的に突っ込めばいいかっていうとこがまあすごい難しいね。まあやりがいがあることなんだけど、逆にそのすごくね、そうだからまあ今ギリギリのとこでやっております。本当に、本当に。でその、なんていうんですか、大木さんは他の2人は基本手紙でやり取りしてるんですけど、大木さんは映像のレターじゃないですか、ビデオレター。それもなんかそれをその相手にやらせるってやらせてか一緒に共同でやるっていうのは、なんか意味あるんですか？意味あるっていうか、いやだからそれは可能性はものすごいこっちだから一応浜がある、ちっちゃな浜があるから、
いやすごい可能性があるんですよ。ただね、それを現実化するときにものすごく、そうね、ある意味理想高いからね、いやこれはさ、その食料の問題とかもいろいろ含めて重要なことなんだけど、だから涼しい。そうそうそう、まあじゃあちょっと浜もあるよ。いや僕割とねこの来るんですか？来るよこの辺、このね、この浜、ここのね水が好きなのよ結構。何が好き？ここのこのね、この波打ち際の感じがね、まあちょっと今あれだよね、引き潮だからあれかもしれないけど、なんていうかこのね、なんかささやなんかねうまく言えないな、なんていうかね、いいですね。なんていうかね、って感じなのって言ってもらうかもしれない。ささやかでしょ？ささやか。ささやかなのよ。だし独特のね、なんていうんだろう。でもその社会環境はやっぱ厳しくなってる。だからもうどんどんやっぱ店が。僕まあほら逆に言うと20年っていうか、そのヘブンシックスボックスって割と僕が大事な作品僕もこう出てくるんだけど、すごい重要な、もうでももう28年前の撮影だからもう。で中学校とかもすごい重要な舞台だったんだけどもうね廃校になるし、どんどんやっぱりもう変わってっちゃってね。変わってっちゃってね、でそんなことはほら誰もなんのね、でもだから不思議なのが今全国ニュースになってるの。先週も水害がだから全国ニュースになってて、中土佐がそんなになることってないわけじゃん。ああそうなんですか。そうだからなんか不思議だなと思ってさ。すごいいいとこですね。でもだからもう客観的にはね、ほらあんまりもう長いから分かんなくなっちゃってるんだけど、微妙なでもしかも僕はやっぱり自分の中ではねすごい微妙な高知のいわゆるイメージとも同じなんていうの、だからやっぱりその本当コピーとかイメージっていうのと、もしかしたらすごい微細なとこで、例えばこの上の階のね、もしかしたらこの感じとかが、なんてリアリ良さとそのただあーっていうより、なんていうのうまく言えないな。映像とかでやるし、映像でさこの間も、まあ、メイっていうのはこれ岡山で初上映したやつはでも違う、まあいろいろまあいいよ。いやここの波打ち際のショットをすごいいいって言ってくれた人があってさ、そういうことで僕はあれ違うか。いやでもまあもうちょっとであっちだけどね。いいね。なんかでもこういうとこでこう歩いてたりとかして、次の制作のイメージが降りてきたりとかもあるんですか？もちろん。ああそうなんだ。だからまあその上の階はねまだだから1年ちょっとだけど、そのクレもそうだけど、上の階でもやっぱり来るとなんか浮かぶね。ああそうですか。でほら何にもないでしょ、だから DVD も見れないし、とかまあそういうシチュエーションもあるんだけど、だからそれがずっとじゃ分かんないんだよ。でもやっぱりたまに帰ってくると、っていうのはまあ自分のスキルとしてはあるね。大木さんはどういうふうに見られてんでしょうね、この地域でね。まあここもそうだし、その呉でもそうだし、呉なんて20年もねいたわけだから、まあ今一つよく分かんないよね。そうみんなが。ただね高知のいいとこはね、あんまりね根本的にはなんていうの、自分中心っていうか、なんていうの、あんまりねちょっとその辺はちょっと違うんじゃない、独特だと思う。その高知にちょっとうまく言えないんだけど、それはでもいいってことでしょ、それが。まあいいとこもあるし、悪いとこもあるよ。ああそうですか。だからそこの加減はまあやっぱり特色なんじゃない。でもやっぱそれでも高知を選んだんだもんね。そう選んだし、まだ選び続けてるよね。ね、そうですよね。それなりにねこれリスクあるのよ。大変なんだから行ったり来たりするのもさ分かるでしょ。だからでもやっぱりまあそうだよね。でもなんか来てみて、その大木さんがこうやり取りされてるその引きこもりの人たちの多分日々の環境と全く違う感じがして、でそれが大木さんの今回のプロジェクトでは一応映像っていうところではそうだよ、フォーマットというかね、お互い同じ土俵でやり取りしてるわけですよね。だしだから僕としてはそれがほらいかにも高知ですよみたいなんじゃないでしょ。全然違います。だけど実際はそれがなんていうの、日常っていうかほらそういうとこでっていうとこのこ
バランスはあるよね。だからちょっと分かるんだと思ってさ、映像であそこ僕からしたらほら特に分からせようとしてるわけ。こっちから、そうそう、これからね沖さんの今アトリエにお邪魔しますけど、さっきちょっとちらっと寄せてもらったらすぐ分かったっていうか、今回の届くのプロジェクトで使ってる映像のまさにあそこだと思って。それはだから逆に僕はそういうとこで何かの本質ってないけど、でもほらその説明的っていうんじゃなくて、だから今何でも説明になっちゃうからさ、もっとこうズンとさなんかわかんないけど、みたいな。いやただその1000円はどうするんですか？いいの？そこにスーパーがある。唯一スーパーじゃないのもある。閉めちゃう。なんとなく僕的には自分の1000円で何かにあった写真買いたいの。いいじゃないですか。もっとお財布がないから持ってる。そうなんかね高知はでもやっぱりちょっと真面目に言えば、高知はやっぱり面白いとこだと思うな。そのね面白さっていうのがちょっと簡単に言えないんだけど、だからやっぱある局があるね、と思う。でそれは、それを例えば東京のね、人とかがそれに触れたりすることも、なんていうんだ、なんかある中途半端じゃないんじゃないかな、ある種のハードコアってこと？ハードコアでもないっていうか、なんていうんだ、だからやっぱり要するに言葉化され、なんていうの、言語化されえないような、なんでも大事なとこっていうか、そういうものがなんとなくね、もう僕が好きな、ほら僕中学大好きだからさ、あれが神の海中って言って、その廃校になっちゃった。でもヘブンシックスボックスってみんな見てないんだよね。僕にとっては大事なの。高知県立美術館が作って、ほらベルリンで賞を取ったりしたら、一種代表作があるの。でもそことかでものすごく重要なシーンで喋りもないんだよ。その神の海中とかあって、霊的なっていう言い方がいいか分かんないけど、なんだけどそういうなんですか、神の海中のことを話すことなんてめったにないからさこの前にしてなんとなくでも廃校になっちゃったんだよなっていう、いやこのタイミングでね、昨日選挙があった中でなんかね、ほら橋本大二郎とかも出てるやつなんで。そうだね。そうあれ見てんのかな、わかんない。ムサビには多分ライブラリーにあったと思うんだけど、いやね、大木さんの若き日のね。いやそのまさに映像を見たらでももしかしたらわかると思うけど、本当はヘブンとか今だからそういう時代、で僕やっぱり今のことを考えたいから、今これからのことをね、その時にやっぱりどういう何が可能かなっていう時に、でもそうだよね。映像がさ、大木さんがそのさ、ある意味その、なんつうんですか、全世界を覆ってて、でそれがこう悪影響じゃないですけど、こうなんつうんですか、もうみんなどっぷりそれに使っちゃってるっていうか、そういう文化に。でそれは肯定的に見てるんですか、否定的に見てるんですか？だから大きく言えば、特にマスメディアが、もう最低でしょ今もう本当に機能不全、いいとか悪いじゃないの、もう、機能不全で誰もね、逆に誰もコントロールできない、原発のあれと一緒でね、コントロールもうできないだけの物質的なものができちゃってる。映像文化がね、文化っていうかもうシステムがね、だから、これだったからほらいつも言うの、これだってそうだけど、これもパブリックになるっていうか、だから時にだからその映像がどれだけこのちっちゃなとこからそこからその機能不全を脱するために何ができるのかっていうのをだから僕は考えてるわけで、せめてもんちっちゃな言うような鍼灸とか整体と一緒で、ほら鍼灸整体は人間の個人の体だけど、やっぱりこの全体の地球でいいんじゃない、宇宙までは言わなくていいし、日本でもいいけど、その中でもう行き詰まっこう滞っちゃってるところを少しでもこう活性化するっていうの、血の巡りを良くするみたいな。せめてね、そのいいとか悪いっていうか、それは今回の届くのプロジェクトでもそのやり取りの中でそういうやろうとしてるわけよ。なるほどなるほど。でもそれはでもほら生態みたいに歴史があるマニュアルがあるわけでもないからそれをやろうとするときにやっぱり試行錯誤がいるんだよね。伝統がないんだもん、映像に関して。そんな本当にないでしょ、だって。
ね絵画だったらまだほらそれこそある程度の歴史があったりするからさ、でみんなも馴染んでるけど、まあ本当にパンデミックじゃないけど映像に関してはもう20世紀に出てきてバーッと広がって、でそれがもしかもどんどん進化っていうのは変異株じゃないけどどんどん変わっていってて、もう誰も対処できてないわけよこの人も含めてさ、こうやって一生懸命やってるけど何をやってるか分かってないわけだもん彼自体が。その大木さんはやり取りしてる人からも送られてきてるわけじゃないですか。ああいうの見た時にはどういうふうに感じるんですか？だから最初はだからショックだったのよ。ショックだった。言ったでしょそれだから2人目のやつがね、3人目っていうか、でもあれもよくよく聞いたらほらいろんな理屈があって、面白いなと思うけどね、あんまりにもある種深いっていうか、だからそこなんて落としどなんていうの、それは本当に僕自身がすごい、映像のやり取りがやっぱ難しいってことですか？映像のそのものの、だから質がさ、だから例えばこういうのっていうのはもう分かるわけじゃん、彼が何をどうこうしようとしてるっていうのがさ、もっとねやっぱりそのすごくだほら実際あれだからそのね竹野さんねあれ今回見直したけどほらほら元出身のあそこのピアサポートを出身した名前をおっしゃってなんとかくんが喋ってるわけじゃない。そうだその構造が最初分かんなかったし、分かれば分かるほど映像が難しいのよ。そのベタなもんじゃないんだからベタなもんいやここにねスーパーがあるんだけどね、まあ、ちょっとスーパーで何かを買いたいの。じゃあ行きましょう。でもそこには何も特産物はない多分。それはいいじゃないですか。なんで？いや特産物なくてもいいじゃないですか。大木さんのじゃあまあその今3年目なんですけど、届くは、で今度秋に、まあ集大成というか、展覧会あるじゃないですか。そこのなんかイメージはできてきてるんですか？どういうこと見せようみたいな。リアルなところを見せたいです。リアルなところ。そうだからそれも、まあちょっとねさっき話したけどなんて言うんだろう。やっぱ僕は基本的に今世の中が結構すごい急速っていう言い方はしたくないけどやっぱり結構変化してるしやばい方向に大きく言えば向かってると思うのね。まあそれを変に危機意識を煽りたいとかじゃ全然なくて、その中でなんかもっと広い意味での僕やっぱり求めることはすごくやっぱある種の精神的なことっていうかさ、精神的なこと精神的なこと、いやそれがなんかやっぱり特に届くである時には、もっと精神とでもある種の例えば引きこもりっていうことをさ例えばどう形容するかっていうのは難しいと思うんだけど、まあ、絶対に一種の心っていうか行動とかさそういういろいろなことが直接的にあるじゃない、だからそういうところの、でもそれは実は僕さっきも言ったけど僕らみんなが今結構やばいところにいると思ってて、別に特殊じゃない感じ、引きこもりの人たちが別に特別な人じゃないって感じがあって、そういう全体像まあここはあれなんだけどね、これでなんか買うかなちょっと待ってトマトでもちょっと大丈夫あれトマトだけあれどうしてトマトちょうだい。トマト何事ですかって逃げてたよ来るんじゃないかと思った。トマトいくらですか？250円。いいじゃないですか。高知県産。多分これはその辺のなんじゃないかなんとなくね。あ、ここが広野神社ですね。綺麗ですね。はい。さっきスーパーでね。スーパーじゃないんだからちゃんと個人商店。そうよろずや結構もう地元の人と顔見知りのとこもあるんですよ。もうね魚屋とも結構あれだから仲良し。なんかまあ大木さんが誰か知ってんですか？知らないじゃんよく分かってないまあなんか来てる適当になんかあるみたいな。なんかでも届くの人も、一番初めの映像では大木さん
の自己紹介的な感じだったから、なんとなく顔は知ってんですよね多分。はい、戻ってきました。じゃあもうこれ近いですよね。あ、そう。もうすぐでございます、アトリエは。でもさ、大木さんの、今回のその届くのプロジェクトで発見というか、大木さん自身そのやり取りした中で何か感じることとか見えたこととかあるんですか？でまず、近づいたよね、そういうことに。あとそのサポートの仕組みとかどんなふうにしてやっぱり現実的に、でその映像くれた子にも会えてないけど、そのサポートしてくれてる人たちと会ってますもんね。そうだし、まあ話聞いたりしたら、そのやっぱり今のこの世の中での、まあある種の存在っていうの、で彼らもそうだし、そういうまあみんなが分かんないけど、そういうふうなところで生きてるっていうか、ほら、そういうのも含めて、まあリアリティは出たよね。獲得した感じですか。まず僕がね、その知ったっていうのもあるし、だからそれをほらどんなふうにしてこう、例えば展覧会でそのことをどう表していくのかみたいなところっていうのの、まあ課題もまあリアリティはすごい出ましたね。そのかっこなんとかっていうんじゃなくて、どうしたらいいんだろうっていうのを、多分その答えは簡単にはね、出ないもんだから、そのまあ展覧会っていうののこうなんていうの、力をやることの力みたいなのにこう助けられてっていうか、こうされて、こう自分でやっぱり勢いでこうまずなんか提案したり、こうなんかと思うね。そのウェルメイドのものをまず求めるっていうか、やっぱり自分でこうそこにこうこれからのこうなんか可能性があるようなものに踏み出せる、まあそこが僕はなんか展覧会とかアートとかの力だとも思うんで、その最終的に出てきたものとかを見てくれたら、まあ少なくともまあピアサポートの渋谷の方々は見てくれると思うんですけど、その感想を一緒にやってきた人たちに届くでもいいけど、なんとなくそのやり取りがこうなったっていうところがまあ感じてもらえたらいいですけどね、一番ね。まあここで言うべきか分かんないけど、だから僕やっぱりその会期中のアクションっていうのも、実際はやっぱり力がそこで、そういうとこでやっぱりリアリティが出てくるんだよね。そうか。まあじゃあそれも見どころですね。そういうのも含めて、で今度は逆に言ったらほら一緒にやったその吉木やそのはるかとかもこうね交えつつ、そのだからいろんなグルーヴがね、多角的なこう中でこう実際に展覧会で何ができるのかなっていうようなものも、そうですね。ちょっとだけじゃあ青木さんのアトリエも見せてもらって、はいはい、ここですね。はいはい。はい。邪魔します。はい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 。